家光忍び旅。当時木曽には樹齢250年以上のヒノキの林が各地に残されていた。田畑が少ない木曽谷の人々は当然ながら木を切って生計を立てていたが、ヒノキだけは将軍直々の命によりその伐採が禁じられていた。家光、こたびこそ生きの根よ。この先の木曽谷で家光は名もなき者に殺されるのです。家康以来の悪政に対する庶民の怨念によって、そして西国大名たちが私たちと共に立ち、新しい世の中が始まるのです。一切承知いたしております。家光は江戸城の修築に木曽のヒノキをふんだんに使ったとか、その木曽で命を落とすのも何かの因縁。父上、お恨みを晴らすのも間近にございます。姫ひこりさんたちが歌ってるのね。山々に響き渡る見事な声だ。あれ、急に消えた。それはまあ飯でも食い始めたんじゃねえか。いや違うな。そういう終わり方ではない。何今の音。お前たちはここを動くな。急所を外れたか。俺としたことが。太まり待て。何事だこれは。旅の者だが訳を聞きたい。わしらは上松奉行所の者、ヒノキ討伐の取り締まりでこやつら撃ったところだ。木曽ヒノキの討伐取り締まりか。しっかりしろ。手出し無用。罪人をかばうと同罪だぞ。聞こうら、それでも人間か。木一本に首一つ。これが木曽ヒノキの取り締まりだ。行け！何や！俺動いておれ。お怪我はございませんか。俺は大丈夫だ。
それよりこの者の手当ては？あ、十兵衛、村に探りを入れてくれ。あ。食欲の秋だというのに、どうしてこう将軍の食べ物は油っ気のないものばっかりなんだろうな。はあ、油の乗ったうなぎが食べたい。また食い物のぼやきです。大きな声ではしたないことを言うでない。天下の将軍は食い物のことなら口にせぬものじゃ。このクソじじい、将軍とは辛いものよ。踊ったらしっかりするんだ。おしずさん、役人が殺したってのは本当なのかい？こちらの徳山様がはっきり見られたそうでございます。そうですかい。くそー、役人の野郎め。龍蔵さん、俺はもう我慢できねえ。俺もだ、半助。流れ者の俺でもこんな無茶な取り締まりは見たことがねいくらなんでも3人も撃ち殺すなんてひでえやな。木曽ヒノキの討伐取り締まり、厳しいとは聞いていたが。お父っつぁん、どうしたの？ヒノキじゃねえ。お父っつぁん。崎沢さん、なんだって？おらが切ろうとしたな。ヒノキじゃねえ。下り谷で明け火を。明け火？明け火を切ってたのかい？明け火。お父っつぁん、死んでない。親父のものだ。親父が切ったのはこの木だ。庄屋さん見てください。明け火だ。ヒノキじゃねえ。なんてことだ。これじゃまるで無駄死にじゃねえか。許せない。見間違いじゃ済まねえよな。そうよ、勘違いで3人も撃ち殺されてたまるもんですか？大家さん、親父をやったのは、いや、3人の役人ってのはどんな男でしたか？見たんでしょあんた。それを聞いて何とする？お代官様に訴えてその役人を引き渡してもらう。そしてぶっ殺す。半助、お前さん、なんてことを！それがダメならそいつら3人を人質にして将軍様にヒノキ伐採禁止令を解いてもらう。聞きゃあと何日かで将軍様がこの揚松をお通りになるというじゃねえか。こんないい機会はまたとねえ。半助だ。俺も手伝うぜ。俺たちがこんな目に遭ってるのをしっかりと将軍様に知ってもらうんだ。俺たちもそんな考えじゃねえのかい？やめてください、お前さん。直訴は死罪。そんなことしたらお前さんも助からない。お前は黙ってろ。ヒノキ伐採禁止令なんてものがあるからこんな間違いも起こるんだ。おしず、お前だって知ってるだろう。木曽のヒノキはもともと親父やじいさん、いや村のみんなの先祖が手塩にかけて育ててきたんだ。あれはもともと全部俺たちのものなんだ。親父のタコはもっと硬くて大きかった。その手が木曽のヒノキを育ててきたんだ。たとえ将軍様でも勝手に取り上げられてたまるかい。お願いします、お前さん。無茶なことはやめて。来年にはお前さんもお父っつぁんになるんですよ。分かったな。だから根になるヒノキを切らしてもらわなきゃ俺たちは食っていけねえ。子供だって間引きするしかねえんだ。お前さん。その通りだ。ヒノキ伐採禁止は将軍様のご意向だってことは尾張藩だって知ってるんだ。ここは直訴して分かってもらうしかねえんだよ。分かるだろう、しず。生まれてくる子のためにも俺たちは木曽を取り戻さなきゃならねえんだよ。でも奉行のわしに謝罪せよだと。罪もない木こりが3名命を落としております。
穏便に事を運ぶためにも何とぞここはお間違いをお認めになって。黙れたわけ者。日野木討伐は重罪。一本たりとて見逃すわけにはいかん。いや、3名の者が切ったのは日野木ではない。だから申しておる。これまで以上に取り締まりを強化するゆえ、命の惜しい者は日野木と見まごう木には寄りつくなとな。お奉様、それでは死んだ者は浮かばれません。お前たちも知っておろう。数日後には上様が上松をお通りになる。わざわざ中山道をお通りになる目的は木曽のご視察に違いない。かような時にご公儀への反逆的行為を断じて許すわけにはいかん。早々に立ち戻り皆に伝え。お奉様、お待ちください。お奉様、逆らう者は切る。また山菜か。なんだこれは。それは蜂の佃煮、木曽の名物でございます。蜂の佃煮。庄屋宗兵衛はおるか。はい、ここにおりますが。控え、お代官よりのお達しじゃ。昨日付をもって新たに次の四木を金木とする。日野木のほかに明日、佐原、高山木、根津、影本村大務奉行藤代九代。ヒノキに似た木は全て伐採は禁止。それじゃ俺たち木こりは何をして食っていくんだ。お役人様、昨日付と言われましたが、それじゃこの三人はこの金を破ったことに相なる。指揮をしていたお主もそれで罪は帳消しということか。そんなバカな話ってあるかよ。お代官の命令は公儀の命令しかと申し付けたぞ。役人だな。おい、みんなこのままでいいのか。おい、待て、半助。半助、邪魔せんでくれ。耐えるんだ、半助。耐えろ。お前さん、こらえて。半助、お前がお上に逆らえばその女房はただでは済まんだ。覚悟しておけ。おお、明け日を高い値段で買う話がな。はあ、それで初孫の誕生に備えて先蔵は仲間と一緒に明け日を切ろうとしたのですが、なぜか話は立ち消えになっています。その話を持ち込んだのが龍蔵なんです。龍蔵って流れ者ね。うん、やはりあいつには何かある。ただの木こりではない。探ってみますよ、私が。いや、おつた一人では危険だ。ここにおりますよ、お手伝いが。こんな裏道通って一体どこ行くんだろう。しかも夜中に。怪しい、やっぱり怪しい。なんだあんたたち。生病法は怪我のもと。逃げるが勝ちだよ。
分から飛び込みやがって。手のかからねえ奴らだ。ご苦労だった。くたばったか。棟梁がお待ちかねで。龍蔵はやはりただの木こりではありません。忍びかもしれません。よく命が助かりましたよ。本当にすまなかったな、危ない目に遭わせて。私たちはまんまと騙されていたんですね。このまましばらく騙されていてくれ。村の者に何も言わずにな。ならいい考えがございます。おしいさんが半助にまんまと振り切られまして、佐原の実家に戻りました。助さんとおっささんはそのまましばらくそこに身を隠されてはいかがでございますか。それはいい。二人は滝壺に落ちて行き方知れずのままにしとくのだ。なるほど。いや、曽原にはまだ天下丸一座がいますしね。ああ、一座とおしずさんは足がごっつり守ってみせます。ああ、きつい。たかだかひと月で木曽の木こりたちの心を捉えたとはさすが龍蔵じゃ。棟梁の狙い通り下工作は着々と進んでおります。わざわざ木こりたちを使って家光を狙うのも我らがやったとの痕跡を後に残さぬためじゃ。はっ、例の者もな、無事須原を通過した。あとは木こりたちを先導するお前の腕次第。守備よく運んでくれよ。ご心配なく。ついては徳山とか申す旅の浪人者、多分公儀の隠密であろう。手に余るようであらば遠慮なく申せ。それには及びません。先ほどもその手下二人始末いたしました。こたびは徳山本人のが必ずやこの筆で仕留めたくなり入れます。今日はやけに静かですが、木曽の険しい道に疲れましたか。たまにはわらわも息抜きを。どうぞたっぷりと息抜きを。たまには旬の魚ぐらい食わせるよ。どけちゃ明日？いよいよ明日か。将軍様がお通りになるのは。ありがとうございました。またとないいい機会だ。天が基礎に味方したのだ。よーし、俺は命をかけてでも将軍様に話を聞いてもらう。早速手はずの相談を。これはいい匂いだ。半助が将軍様に直訴。おしずさんに知らせたものかどうか迷ったんだが、木こりたちは皆直訴に夢中になっていてな、誰もわしの言うことなどは聞かんのじゃ。いや、よく知らせてくださった。直訴は死罪。半助までなくしてはこいつと初孫が不憫すぎる。将軍様に直訴だとえらいこったよこりゃ。誰だ。いや、誰と言えるほどのものでは。なんだお前は。いや、ちょっと待ってくれ。わしはしがない旅役者で、決して怪しいものではない。おお、いや村で人気の天下丸一座の人か。そう、その
野田町が私。次の出し物を考えていたらいい匂いがしてきてついフラフラと。ごめん、邪魔するぞ。徳山様、こんばんは。お草さんに助けたの。なんだよ。新吉、こんなところで何をしておる。竹の上様。いい匂いだね。うまそうだなこら。あれいけるわこら。直訴のわけはな、木曽のヒノキ伐採禁止令だ。そのために3人の木こりが奉行所の役人に殺された。そりゃひでえや。上様、この直訴受けてやってくださいよ。無理は言うな。やたらと法を曲げるわけにはいかん。そこを何とかお願いします。こればかりはできぬ相談だ。あ、そうなれも頼まねえよ。よし、こうなったら俺が代わりに。そうだよ、俺も将軍なんだから。何をもごもご言っておる。何も。じゃあ、足は本陣に戻ってますんで。それでは失礼しました。よし、夜が明けるまでに運び込んでもらおう。案内す。これは火薬。無限祭、またあやつか。ご苦労であった。はあ。姫、これでいよいよ家光めも最後。長かったの、無限祭。40人の木こりに泣きつかれれば家光も従わざるも得ますまい。そこで木こり殺害の現場下り谷に誘い込み、家光もこの揚松がこの世の見納めとなりましょう。父上、いよいよでございます。こたびこそは間違いなく。見事家光を倒せた暁には木曽一国はそなたのもの。固く約束するゆえ安堵するように。ありがたきお言葉、何とぞよしなに。無限祭、一体何をするつもりだ。また油っ気なしか。夕べのイワナはうまかったな。イワナがどうかしましたか？今日は揚松を通るにあたり材木奉行に木曽ヒノキの現状を聞くとするぞ。なんじゃと？何を血迷うたことを。上様らしくなってこられたのは喜ばしいが、行き過ぎは困りもの。のう彦座殿。全くその通りで。無礼者！その方ら世の言うことが聞けぬと申すのか。新吉、お前どこか悪いんじゃないか。違うよ。わざわざ中山道回りにして途中視察らしいことをしないとおかしいだろう。そりゃそうだが、しかしそのような手配は全くしておらん。
まあせめて福島なら今から手配りすればなんとか間に合うがな。ならん。揚松でないとならんのじゃ。奉行をとっちめれば直訴が避けられるかもしれん。その方らにそんなこと言う必要はない。何ですか偉そうに。彦座殿、勝手な振る舞い許すわけには参りませぬぞ。どうせろくでもないことを考えているにそう言われません。いいよいいよ。俺は絶対後に引かねえからな。40人の木こりを利用？は上様を下り谷に誘い出し何かを仕掛ける企てのようでございます。龍蔵が木こりたちの中に入り込んだ目的はそれであったか？それだけではございません。それを操っているのは無限祭。無限祭？また現れたか。おお、彦座。いや、どうも久しぶりに馬に乗ったもんで。さすがの彦座も年には勝てぬな。あ、ちょうどよかった。こちらから合図を送るまで一行はしばらく須原にとどまっていてくれ。は？新吉は揚松に来たがり上様が来るなど、これはまたどういうことでございますかな。何、新吉が揚松に？はい、影武者が影武者で亡くなりましてな。新吉め揚松の奉行と面談して木曽の檜の視察をしたいなどと聞いたふうなことを抜かしておりましてな。新吉のやつはおしずを救うために代官から攻めるつもりか。上様何か心当たりが？いずれ話す。とにかく勝手な真似はさせるな。この山には将軍暗殺の陰謀が渦巻いている。将軍暗殺？今日将軍様のご一行が揚松を通過される。その機を利用して木曽の現状を直々に将軍様に訴える。直訴だ。知っての通り直訴は手段だ。だがな、その罪に陥らぬ道はただ一つ。40人全員の木こりで当たることだ。いいな。避難しろ。龍蔵さんの言う通りにすれば誰も死なずに済むんだ。これは合図に使う旗だ。配ってくれ。将軍様ご一行は池の尻を越え大滝川沿いに下り谷に差し掛かった時、愛宕山からのろしがある。それを合図に前後左右から一斉に我々40人が将軍様の顔を取り囲み、そして五木伐採禁止の方の廃止を直訴して下り谷に案内する。龍蔵さん、下り谷って？ああ、木こりたち3人が無残に殺された現場を直々に見ていただくためだ。よし、将軍様とてしの子決死の覚悟で臨めば我々40人の願いを聞き届けてくださるはずだ。大量の火薬を手配し将軍を下り谷に誘い出す。一体そこで何が起きるというのだ。それですが下り谷は蛇抜けが起きやすいところと聞きました。蛇抜け？なんだそれは。土石流のことを土地の者はそう申すのだそうです。あの谷で土石流など食らったら上様も木こり40人もひとたまりもありません。そうだ。将軍暗殺の陰謀？まことでござるか彦座殿？詳しいことは分かりませんが、上様が出立を見合わすようにと。将軍暗殺だと？大方木こりたちの反乱であろう。恐るるに足らぬわ。これ何を言うか。お前の出る幕ではない。いや、わしは将軍だ。すぐ出立する。上様を狙う一団を目前にして手をこまねて見ているわけにはいかん。わしがおとりとなろう。なんと。お前正気か？うるさい。陰謀を暴きそれを一掃するも影武者の大事な役目じゃ。これまでの上様へのご恩の数々、やっと報いる折が来たぞ。宗兵衛殿。お、徳山様。木こりたちがいよいよ将軍様直訴に動き出しました。うん。その裏には
将軍暗殺の陰謀がある。将軍様暗殺の陰謀では一刻も早く木こりたちにそのことを知らせねば。その必要はない。龍蔵、お前たちの企みは全て明白だ。先蔵たち3人を殺したのも木こりたちを煽るためであろう。大事の前の庄司、今度はお前さん方に消えてもらう。将軍を殺害して何とする。家光一人が死んでも終わり。紀州他にも譜代の大名が居並ぶたやすく天下が取れる戦国の世ではないぞ。黙れ公儀を見つめ。徳川の総帥が木曽山中で木こりたちになぶり殺されたとなっては徳川の体制が崩れ落ちる。それが世直しのきっかけとなるのだ。奴らを殺せ。龍蔵、来るか。それとも己が正体を木こりたちに打ち明かすか。小尺だ。龍蔵さんを切れば俺が許さん。半助、待て半助、お前たちは騙されているんじゃ。動くな。撃て半助。木曽を救いたいならこいつを殺せ。徳山さん、刀を引くんだ。俺たちはこの山のために命を懸ける。邪魔はやめてくれ。半助、お前はこの男の正体を。そんなことはどうでもいい。木曽を救うためにはこれしかねえんだ。やめろ。半助、グズグズは一人。はい。木こりを相手に命がけの晴れ舞台やってやるさ。よし、抜かるな。行列は池の尻を過ぎた。まもなく来るぞ。遅いな。姫、来ましたぞ。よし、のろしを上げろ。待て。目を覚ませ。お前たちは利用されてるんだ。またあんたか。直訴は口実。龍蔵たちの狙いは将軍暗殺。そのためにお前たち40人も一緒に殺す計画だ。俺たちも一緒に？バカバカしい。そいつは公儀の隠密だ。嘘800を並べてるだけだ。俺が隠密ならばお前は何だ龍蔵。
その着物の下の鎖片びらは、隠し持ってる発砲手裏剣は。惑わされるな。俺は確かに忍びだが、おめえたちを助けたい気持ちに嘘はない。行け半助、木曽を救いたくないのか。そうだ、最高。半助、身重のおしずさんの気持ちを察してあげなさい。木曽を守る前に自分の子供を守れなくてどうする。黙れ。よそ者のあんたに何がわかる。よそ者だからこそ見えるのだ。木曽のヒノキ伐採禁止令は誰のためにあるのでもない。木曽のためにあるのだ。末永く木曽のヒノキを守るためにな。何だと。半助、よく聞くんだ。乱伐から守らなければ木曽のヒノキは死滅する。いや、それだけではない。木曽から木がなくなれば木曽川下流の濃尾平野は洪水となり、田や人家が流されることになる。公儀の伐採禁止令は木曽だけではない。下流の人たちを含めたみんなのためにあるのだ。半助、狭い猟犬から目を覚ますんだ。そういや、親父も言ってた。ヒノキは木曽の宝だ。お上が言う通り、これ以上切っちゃならねえって。半助さん、そうだとしても、お奉行が禁じたのはヒノキだけじゃねえ。ヒノキ以外の四木伐採禁止はどうなるんだ。それはここの奉行が勝手に定めたことだ。四木伐採禁止令は直訴などしなくても必ず解かれる。本当か、徳山さん。本当だ。俺の首をかけよう。やめだ。直訴はやめだ。おれ、裏切るのか。やつを切り。ロシアまだ上がらんのか。いまだに。あの邪魔者を倒す。行列が近づくぞ。はっ、はい。竹之進様。姫、ひとまず身をお隠しください。姫、さあ早く。誰のどうしようよ。半助、お前の父先蔵を撃ったのはこの男だ。見事父の敵を討つがよい。行列は目の前だ。遅い。殺しはまだ上がらんぞ。よし、火をつけろ。待て。竜道と無限祭に関わる一切のもの、すべて焼却するのだ。ご安心を。これで全てでございます。何やつ。貴様、また邪魔をする気か。葵の御紋。控え。こちらにわすは三代将軍家光公にあらせられるぞ。上様。上松大木奉行藤代九代。無理難題を押し付け
木曽の民を苦しめたばかりに己の野望のため罪もない木こりたちを手にかけ世の暗殺に加担するとは断じて許せぬ所領。家光、天に代わって成敗いたす。もはやこれまで。家光、覚悟。出会え出会え出会え。この敵者じゃ。斬れ。手足から出せないぞ。斬りつけ。斬りつけ。木曽ヒノキ伐採禁止令だけを残し、木曽四木の禁止令は撤回された。そして木曽の山々の管理はおしずと半助の子供が人生を終える頃、すなわち四代将軍家綱の世に尾州藩直営となるまで木曽の人たちに任されたのである。胸板を膨らませ昨日吐き出せば心が空っぽにきっとなるはず。めめしさにしがみつく涙に酔ってれば尻尾を丸めた負け犬になる。冷や酒一気夢杯で男は一気無口なままで抱いてもらえ。寂しけりゃたった一個のこの体。忍び旅。今の鬼面の者どもは野党でござる。なんで呼んでたかって。こいつはな、御用院の血を吸ったんだ。新しく関所奉行になった黒坂はその水晶に目をつけました。若い者たちを集めて猿ヶ岳で水晶を掘らせているんです。よし、
この両名の者友人谷において火ぶの刑に処す。将軍家光忍び旅鬼の涙か木曽福島に光る水晶、お楽しみに。